こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。葵です。今日はね、はい。ボツです。ボツ？今日はボツです。早っ。もうまだ撮り始めたばっかなんですけど。今日はボツです。なんだろう。なんだろう。1号だからボツってことですか？違いますよ。僕シルビア大好きなんで。もう明らかに状態は悪いんですけど、どういう意味ですか、ボツ？違います。動画がボツって意味じゃないですよ、花ちゃん。違うの？全然違います。何がボツなんですか？なんとこちらのお車ですね、久々に入ってきました。水没車です。水のボツか。残念。でもパッと見水没車っていうのは分かんないですけどね。普通にドリフトで走り尽くしたのかなみたいな。あ、なるほどね。まあ多分水没してから年月が経ったんじゃないですかね。あ、じゃあもう乾いてきてる。まあ水没ほやほやではないんですよ。そうなんだ。ちょっと水没してから期間が空いたお車でした。なるほど。ちょっと放置してあった感じなの。お客様から買い取りした。買い取りしたのはごく最近です。ごく最近。はい、水没したのは少し前。っていう感じのお車なんですよ、皆さん。じゃあ結構前に水没してたっていうことは、水没してから直して乗ってたみたいな感じですか？違います。違う。水没してからもうずっと不動のまま置いといちゃったっていう車なんですよね。そうなんだ。そうなんですよ。水没ってなんか私のイメージでは、そのなんつうんだろう、水さえ抜いちゃえば走れるみたいなイメージなんですけど、水没の度合いにもよりますよね。どこまで使ったかとか。そういうことか。このお車だとそれはどれでわかるんですか？こちらのシルビアは後々室内をご覧入れた時にお見せしますけど、水没の部類でいうとまだ軽度の方です。軽度なんだ。そうなんだ。まあ一番やばいのはもうルーフの上までどっぷりっていうね。引き上げられないみたいな。そうでもなんか私水没っていうとなんか池にポチャンとかのイメージがしかなくて、どういうので水没になったりするんですかね？結構ね、いろいろ要因があって、やっぱ一番多いのは台風、洪水、この2つですね。ほらこの辺でも昔あったでしょ？そうですね。鬼怒川が氾濫しちゃって、すごくこう水がさ増えちゃったとか、町の方に出ちゃって、あとは九州の方だと台風が結構来るじゃないですか。あれで川が氾濫しちゃって水没しちゃうとかね。じゃあやっぱ自然災害で水没になっちゃうことが多いんですね。ほとんどの理由は自然災害じゃないですか。あと川に突っ込んだとかとかのイメージが一番大きくて、割と多いの田んぼ。田んぼに落ちちゃう。水没になっちゃうんですか？田んぼ水張ってる時期あるじゃない。あの時に突っ込んでこうひっくり返ったりすると、横転ね。水没になるじゃないですか。備える方法とかはもうないのかな？川の近くに住まない。それしかない。これが一番です。川、海の近くには住まない。じゃあ阿部ちゃんに質問なんですけど、ここら辺ちょっと鬼怒川近いじゃないですか。阿部ちゃん氾濫したらどうします？3人2台あるんですよ。そうなんですよ。でもね、これ明確な答えがあります。何ですか？大体その地域の重要な機関、例えば消防署、市役所、県庁、あとテレビ局とか、結構そういうとこって高いところに作られてます。それを想定して、もし災害が起こった時にその役所の機能が失われるとパニックになっちゃうでしょ。そうですね、コントロールできなくなっちゃう。なので結構な確率で市役所とか県庁とかに逃げ込むと助かる確率があります。だってまあこの辺すごく地域限定になっちゃいますけど、市役所行く時に登るでしょ。マップの横の坂のとこ、ワークマンのとこ、登りますね。あそこちょっと高くなってるんですよ。確かに。だからそういうとこに逃げるっていうのが方法か。もしくはご近所になんか大きめのデパートとかショッピングモールの立体駐車場とかある方だったら早めにそこに逃げる。だからやっぱそういうのも想定、頭の中にこうマップを作っておいた方がいいってことですね。そうですね。いざとなったらどうするか、これは話し合っておいた方がいいかもしれないですね。まず車から見ていきましょうよ。まず外見はまあその辺の放置車両と変わらないって感じです。ただね、見てほしいんですけど、これ曇っちゃってるからわかんないけど、ライトの中まで泥入ってるんですよね。わかる？本当だ。わかりますか？わかります。ここに
こもわかりやすい。泥が中にさ、ここにね、この点々です。そうここ以上までは水が来たんだなってことなんですよね。そうですね。そうだいぶ高い。ここぐらいだよね。うん、そうだね。もうこの。まずエンジンから見せちゃいます。はい。じゃじゃん。おお、でも泥っぽいのはどういうところを見るかっていうと、例えばエアコンのプーリーっていうかコンプレッサーあるでしょ、はい、あれの上にも泥が乗ってるじゃないですか。ありますね。でここのパワーステのベルト、はい、この上にも泥がついてるじゃないですか。はい、あります。ついてます。であとはこういうとこも錆びてきてるじゃないですか。はい、だからまあこの辺までは水に浸かったんじゃないかなっていう思いますよね。これとかか。そう、錆びがすごかったですね。あとこっち側も見てほしいんだけど、はい、バッテリーのさターミナルのこことかにも泥がついてたりとか、泥あります。あと結構ね、はい、分かるのがヒューズボックスです。あ、普通はカバーがかかってるところですよね。でもカバーがかかってると、上から水ジャってかかっただけだと中まで汚れないでしょ。汚れない。こうやって開けてみてみると、ほらこの辺にも泥がすごいついてるじゃないですか。ついてますね。もう使ったっていう意味ですよね。そうですね。今ちゃんとガシって閉まってた。そう、上からかかっただけではこういう汚れ方しないので、でもヒューズボックスまでもう水に浸かってるっていう証拠ですよね。フロアカーペット見ると分かりますよね。こう汚れがね、泥汚れですよね。泥汚れ。ただ砂とかじゃなくて、もうこの染み込んじゃってる感じが。あとこれ分かりやすくタワーバーついてるんですけど、ほら、この辺まで泥ついてるじゃないですか。ついてます、ついてます。この辺まで。ここまで水が来てたってこと。この辺まで使っちゃったのかなっていうのは推測できますよね。だいぶ。あとはね、結構有効なのが、はい、シートベルトをこう引き出してみると、うわ、ほら、うわ、この辺全部使ってるじゃない。ここまで使ってるじゃない。これここか、多分境目。そうそう、ここかな。この辺からほら。でもこういうフロアとかにね、泥がすごくついてると。この高さまでは絶対来てるよねっていう指標にはなりますよね。まあ世の中にはさ、もう水没してる車をきれいにして売っちゃう業者さんとかもいたりするのね。やっぱ買い取りは安くなっちゃいますよね。もちろん絶対安いです。だって車として成立してない場合が多いので、だからまあ見分けるポイントとしては、こう側だけで見ないで内張りをちょっと剥がしてみるとか、あとはシートの裏側とかを見てみるとか、でも絶対ここら辺は掃除しないだろうなっていう部分、例えばグローブボックスの奥の方とか、ああいうところまでしっかり見ていただくと目開けはつけやすいかなと思いますね。そうですね。みーくんも以前に水没車やってたんですけど、やっぱ裏側はやっぱ掃除しきれないから、そういうところを見るのが一番いいって言ってました。水没車は。でも一番確実なのは匂いですね。落ちないんですか？一回水没するともうカビ臭いなんか独特の匂いするんですよ。泥水とかって。泥が乾くとすごく臭いのって皆さん分かりますかね？田舎はわかるかもね。要は洪水に遭っちゃった、床上浸水とかしちゃったお家とかって乾くとすっごい匂い出る、そうですね。そういうのが車にも起こるので、そうですよね。だって全部剥がさないと全部の泥をきれいにできないからね。そうだね。それはやるならもうフロアカーペットから全部剥がして水でやらないとっていう感じじゃん。やっぱ水没車を復活させるのは厳しいんですかね、個人で。掃除っていう面では時間さえかければできるけど、期間系にどこまで水が入ってるか分かんないじゃない。例えばエンジンこの高さまで水来てるっていうことはさ、下手したらエアクリーナーまでもう浸水したかもしれない。そうですね。エアクリーナーってエンジンへの空気の取り込み口じゃん。そうですね。もちろん水も入るんですよ。この車ターボだからインタークーラー返して入っていくけど、結構な場合インタークーラーじゃなくてエアクリーナーから水入るっていうことが多いんですよね。水没しちゃった時に。でどういうところで見分けるかっていうと、一番簡単で早いのはレベルゲージ抜いてみる。いつもオイルが入ってるところですね。どうなんだろう。こうやって抜いてみると、この車の場合は中には水入ってないんですよ。わかります？
全部オイルなのね。ちゃんとオイル。そう、ちゃんとオイル。これがお水がもし入ってたら、これがもし水が入ってて少し時間が経ってるとオイル白濁します。白っぽくなるんだ。乳化しちゃうんだよね。わかりやすい。豚骨ラーメンみたいな感じで、あとはこうオイルが入ってるの、まあここまでだとすると、はい、こっからが透明の液体だったりするわけ。浮いてきちゃう水が。そう、水とオイルが分離しててエンジンにも水入っちゃってるよと。そういうこともあったりするんだよね。だからこの車に関しては多分エンジンには水入ってないのかなっていう気はします。これを確認すればエンジンはかけていいんですか？いや、要はそのオイルパンの下に水が入ってなかったとしても、シリンダーの中に入ってる場合があるんですよね。水分が。そこはレベルゲージじゃ。そう、それだともう上から入っちゃう場合もあるので、はい、レベルゲージではわからないよと。で、仮にそのシリンダーが水が入って錆びついてたりする時に、そのクランキングしたりとかいきなりピストンを動かすとシリンダーにすごい傷ついちゃったりとか、ピストンリング破損したりとかの恐れもあるんだ。あとウォーターハンマーしたりとかね、それでブローしちゃう場合があるんですよね。でかけなければまだ使えてたのに、一概に見た目が大丈夫そうだからって言って自分でかけようとしちゃうと終わっちゃう確率が高いです。難しい。こう水没しちゃった直後と時間が経った時ってだいぶ変わるんですか？なんか状態とか、それによってどっか不具合がして良くなるのか、ならないのかってところだよね。まあ水没した車を復活させるんだったら早ければ早いほどいいと思いますよ。なぜかっていうと錆びるので。そっか、難しい。もう錆が進行しちゃうから、まあ置けば置くだけダメだと思いますね。いろんな部分が固着しちゃうじゃないですか、錆とかで。そうですね。これ仮にエンジンにね水入ってないにしてもミッションに大量に入ってる場合もあると思うし、何かの拍子でね。であと日産系弱いのがこっち来てください。ECU。コンピューターですね。はい、コンピューター大体助手席の足元につくんですよ。こうもう見てください、完全に水没してます。ほら。超泥ついちゃってる。ね。ついてますね。もう完全に使ってるじゃん。はい。この状態のコンピューターはもう使えないです。使い物にならなくなっちゃう。はい、もう使えないです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。でもこれ買い取りしたけどこの子に未来はあるんですか？まあトラスト規格の技術力だったら、この状態でも例えば違うシルビアとこうパーツ入れ替えたりして確認して、まあエンジンかけることも可能だと思いますし、多分復活させると思います。うわー、すごいすごい。ただ相当大変。うわー、そっか。どこが原因でね、調子悪いかわからないので、一通りこう点検っていうか見ていかないといけないんですね。そうだね。現状を把握しないといけない。まあこれ復活させるのに15シルビアもう1台いるかもしれないですね。黄色もこれは純正の。純正黄色です。だから以前紹介した車と同じですよね。ですよね。結構いい。カーボンではないか。このオーナーの方すごくかわいそうでさ。なんでですか？この状況をね買い取りに行った査定員の方から聞いたんですよ。はい。なぜ水没してしまったのか。エピソード。そうなんですよ。これね結構車好きの皆さん泣くかもしれないです。なんだろう。一昨年の2019年って結構台風いっぱい来たの覚えてますか皆さん？そうですね。そうでいろんな地域で洪水になったりとか、千葉県の方だったり、そうまあ福岡の方もそう九州の方ももちろんそうなんですけど、日本各地で結構こう雨による被害ってさ、多発してたじゃないですか。はい、ありましたね。実はその時の被害のお車なんですよこれ。そうなんだ。そう。じゃあまだ2、3年前。そうだね。3年前かな。3年前とか。でオーナーさんは、なんとその水没の現場にいらっしゃったそうなんですよね。じゃあこの近くにいた。こう自分の車が水没してるのをただ見るしかできなかったっていう状態だったみたい。
じゃあもう結構水位が上がってたってことですか？そう、なんかこちらの車のオーナーさんは要は某なんですか、カー用品店最大手の赤い自動交代みたいな、刺しました自動交代みたいなお店にお勤めされていて、当時でそこの店舗に止めていて水没しちゃったみたいなんですよね。じゃあ店舗で働いてて駐車場に置いといて、でなんか、聞いた話によると、ご自分のお車の、前かどこかにお客様のお車があって、それも先に水没しちゃってたんだって。で後ろに続いている自分の車を出すことができずに、こうどんどん水位が上がっていくのを自分でこう呆然とただ立ち尽くして見るだけしかできなかった。これ皆さん自分の車で想像してみてくださいよ。泣きますよこれは。なんか自分だったらどうにかこう持ち上げてさ、絶対無理なんだけど、どうにかしようって思いますよね。助けてあげたいって思いますよね。でもなんかこれ有名な画像があってね、なんかいつの洪水のどこの地域だかはちょっと忘れちゃったんだけど、なんか会社に置いてた S14 シルビアグリーンのやつがなんか洪水になって、そのオーナーさんはその場にいなかったんだけど、その洪水のちょっと手前にそこの会社に勤めてた会社の社長さんが、その従業員のシルビアを気を使ってフォークリフトでこうやって上げたまま帰ってくる。優しい。そんなの周り一面洪水なのに S14 だけこうやって上がっててすごい。調べてみよう。もうマジで社長さん感謝だねっていうさ、それはすごいですね。そういう車みたいに助かればよかったんだけど、じゃあもう解決策としてはみんなフォーク1台持ってた方がいいってことですね。自宅に1台フォークリフト持っといた方がいい。やめたなと思ってこうやって上げてそれすごいな。いっぱいあるか。裏技みたいになってる。貴重な車は上げた方がいいと思う。洪水になるときは。いやでも水没車買うところってあるんですか？買取店大手とか。いやないんじゃない？だってこれさっき試したんですけど、バッテリーつないでもメインスイッチ入んないんですよ。だからもう完全に ECU か、電気系統に問題があっても無理なのね。だけどもったいないよね。もったいないですね。これ解体するのはちょっとあれだと思うから、うちのメカニックさんがきっと直してくれるんだと思います。聞いた話によると、こちらのお客様はなんかずっとね長年手放さなかったのは、ローンを完全に返済してから売りたかったみたいなんですよ。そうなんだ。すごいね。それもあってずっと自分のところに置いといたみたいなんですけど、皆さんそういう必要ないですからね。トラスト企画の場合は残債があっても買い取りできますから。そこが今回ポイントだと思うんですよ。なるほどね。水没車でもローンがあってもそこはお客さん買い取りできるし、だって水没って放置すれば放置する悪化しちゃうじゃないですか。しかも普通の買い取り店は買わないですよ。エンジンかかんないんだもん。不動ですから。だからこういう水没車はうちが一番得意ではないけど、やっぱいろんな方法があるうちならではの買い取りができると思うので、ローンがあっても一度相談してざっくりとした金額は出せるので、そういう相談は早めにした方がいいかなと思います。ただ水没させないのが一番です。ね、大切な車をお持ちの皆さん、水の危機があったら高いところに逃げましょう。車に乗ってよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。